2000年12月31日の早朝、世田谷でおばあさんは隣住んでいる娘家族に電話しました。電話に出なかったので心配になり、娘家族の家に行きました。家のベルを鳴らしても誰も出なかったのため、彼女は家に入りました。家に入った後、1階の階段の一番後ろにおばあさんの義理の息子宮沢みきおさんを見つけました。彼は刺されて死んでいました。しかしおばあさんは怯えながら娘や孫の見つけるために階段を歩きました。3階のロフトに上がるはしごでおばあさんの娘安子さん、そして孫のニーナを見つけました。彼らはもうまた刺されて殺していましたが、みきおさんよりもはるか悪い状態でした。彼女は最後の孫レイを探しまして、レイのベッドで見つけました。でも彼も首を絞められて殺されていました。娘一家は全員殺害されていました。死亡当時、宮沢みきおは44歳、宮沢康子は41、みんな8、そしてレイは6歳でした。娘家族は前の晩午後6時頃に買い物に行くために出かけました。午後7時、おばさんが安子さんと最後に電話で話しました。その電話の後、孫のニーナはおばさんの家に行って午後9時半頃までテレビ番組を見ました。そしてみきおさんが午後10時38分でコンピューター上の仕事のメールチェックしたのが最後でした。その後、午後11時半頃に隣家族が大きな物音を聞きました。殺人犯は後ろの公園からフェンスを登って2階の浴室の窓から入りました。その後、レイの部屋に入り絞め殺しました。ニンナは殺される前に殺人犯に気がつきました。このため殺人犯は入った後にニナを攻撃した可能性があります。おそらく3階にいた殺人犯は物音に聞いて、1階にいたみきおさんは階段で出くわしました。その後、みきおさんは刺されて死にました。後で殺人犯は先日に買ったナイフが壊れました。それは新しいのナイフために宮沢の台所で探している間に安子さんとニナが3階のロフトで隠れました。それから彼は3階で安子さんとニナに出くわして刺し殺しました。安子さんとニナの傷はみきおさんのよりもはるかに深刻であり、殺人犯は女性を憎んでいるかもしれないと考えられます。殺害は終わった後、殺人犯は宮沢家で朝まで滞在しました。家でアイスクリームを食べたり、冷蔵庫にあるお茶を飲んだりしました。その後、午前1時18分にコンピューターを使いました。コンピューターではみきおさんの保存したウェブサイトである劇団四季のチケットを買ってみました。
殺人犯は今のソファで寝ました。起きた時、彼は午前10時5分でまたコンピューターを使用し、みきおさんとやすこさんの職場のウェブサイトを見ました。みきおさんは働いていたインターブランドはロンドンの拠点とするマーケティング会社です。みきおさんの同僚は彼を気が合う人として覚えていました。やすこさんは教師としていました。やすこさんの同僚は親切な人として覚えていました。ニナは2年生でサッカーやバレエに興味があって遊び心のある幸せな子供でした。殺人犯は家からクレジットカードと ID カードを集めて今に置いて、おそらくパスワードを推測しようとしました。そして15万円を家から盗みました。しかし他のお金や貴重品が残っていたので、おそらく彼はお金を盗いたのために宮沢家に行ったのではありません。彼はまた家の周りからゴミを集めて、不思議なことにそれをお風呂に置いていきました。殺人犯は家の中に大事な証拠を残しました。彼は宮沢家のトイレを使った後、流さなかったので DNA を残しました。彼はまた手の傷の血を家の中に残しました。血から A 型の発液が発見されました。DNA 検査から殺人犯の父はアジア人だけど母は南ヨーロッパの人だから、おそらく日本人ではかもしれません。犠牲者の傷跡から彼はおそらく右利きです。一番大切な証拠は殺人犯が家に残した服です。セーター、帽子、ヒップバッグ、マフラー、ジャケット、黒い手袋、そして靴を残しました。セーターの大部分は薄い灰色で、袖は紫色です。これらのスウェッターは東京で10個しか販売していないことが判明しました。警察は犯人の身元を特定するためにこのようなスウェッターを持っている人を探し出したいです。殺人犯の着ていた靴は韓国の作られたスラジンジャーというブランドの靴でした。彼の靴のサイズは 27.5 センチです。殺人犯が残していた服から彼の身長約175センチです。殺人犯が証拠を残していたにもかかわらず捕まりませんでした。宮沢家の人たちを普通の生活を望んでいました。宮沢家の人たちとその家族のために殺人は逮捕されるべきです。世田谷医科殺事件に関する情報があったらこの番組に電話してください。
殺人犯を見つけるのに役大情報があれば2万円の報酬が与えられます。来てくださってありがとうございました。このトピックは聞く難しいけどとても大切なものと思います。